あ、道場。あ、はい、座って。履歴書ある？ああ、はい、これね、東京一郎さん。ちょっと拝見。3分ほどで自己紹介。いやいや、ここに履歴書あるので、しなくてよろしい。ちょっと見せてもらうよね。東京一郎さんね。ちょっと字汚いね。どんな育ちしてるのか君。これちゃんと万年筆で書いた？それで、はいはい、ヘッドハッピー大学卒ね。賢くないんだね。兄弟はいるの？お兄さんね。お兄さんの趣味は何かな？ああ、そういうことを趣味にしているお兄さんの弟なんだね、君。で、お母さん何してる人？苦労してるんだね。で、お父さんは何してんのかな？ああ、君お父さんいないんだね。そりゃちょっと採用きついな。住所は〇〇市のペケペケ町に住んでるんだ。あの地域か。ちょっとな。とりあえず体力とやる気と精神力は自信ある。とりあえずそれが一番大事なんだよね。ああそう。ああそう。野球やってたんだ。いいね。では今日は以上だ。合否はまた書面で送るから。こんにちは。デンジャラス商事の沖縄がというものですが、ちょっとお隣の東京一郎さんのことでお伺いしたいんですが、一郎さんはどんな方でしょうかね。悪いことをしてそうじゃないですか。愛想いいですかね。問題なさそうですか。ああそうですか。いやどうもありがとうございます。就活はしないが就活が始まりそうな男デンジーです。こんにちは。今日の動画いかがだったでしょうか。あの動画はちょっと極端な、話なんですけども、時代的にはそうですね、昭和30年から40年50年ぐらいまで、1955年から70年ぐらいかな、そのぐらいの間の面接状況だったと思うんですけども、もちろん会社の規模とか、それからその担当者、それから面接するその場所とかによってですね、いろいろ違ってくると思うんですけども、ひどいところっていうかね、そんなに変わりのないような内容だったと思います。で、私自身も小企業ではありましたけども、一応人事を担当していった関係からいろいろ面接もしてきました。また逆にいろいろ人生の岐路もあって、面接を受けに行ったこともあります。そういったものを総合して、
経験上ああいったものをちょっと作ってみたんですけども、今と比べると本当にひどい状況だったです。で、採用する側としては、定期的にその補助するような大会社は別にしてですね、中小企業の場合は、採用してる人がいなくなって、で、定期採用とは別に臨時に採用するっていうケースが結構あったんですね。で、募集方法としては職業安定所に申し込んだり、あるいは新聞広告出したりしました。今それ以外の、マスコミというかそのメディアあるんですけども、大体新聞広告が職案でしたね。で、そこでいろんな人が来るわけですから、採用する側をですね、そういう人が本当に自分の会社で役に立つと、採用したいと思っている人間であればそれでいいはずなのに、当時はですね、今では考えられない家庭の環境だとかいうものをよく聞かれたりしました。聞きました。で、お父さんが何をしてるかとかですね、兄弟とか、それから兄弟のですね、趣味とか、それからもちろん学歴そうですね、それから本人のやる気とかいうもの当然ですけども、学校で、どういうクラブに入ったとかですね、で何をやってたかとか、そういったものもいろいろ聞いたりしました。で、それが必ずしも今採用 しようとしてる職場に適しているかどうかという判断よりも、とにかくそれ以外の関係のないようなことをどんどん聞いていったもんです。で、特に当時はですね、一般的な考え方としてお父さんがちゃんと仕事をして、でお母さんは専業主婦で家庭を守ると、子供を守るというようなのが、一般的な理想の形ということになったもんですから、で父親がいないとかですね、あるいは場合によっては母親が働いてるとかいうようなことが、その採用条件としてはちょっと引っかかってくるわけですね。で、本当はそうであってはならないんだけども、そういったことありました。それから今はもう大変なことになるけども、そのどこに住んでるかとかですね、そういう先祖伝来のそういったものまでが、その本人の採用の条件に関わってくると、そういったものを判断されてしまうというようなことがありました。で、あってはならないことですけども、実際にそういうことは行われていたんですね。それを極端にそういう話をしたんですけども、まずは会社として補充する場所に適しているかどうか、それを目的に必要なものだけを、条件に、して、判断基準にしてほしいと。今はもうそうなってると思いますよ。それどころかですね、そういったことを関係ないような聞かれるところにはもう応募しないですね。応募してもいかない、のしをつけて返すというような時代ですから、そんなことはないと思いますけども、当時はそういった状況でした。で、私が担当してたような頃は中卒の人をですね、地方の中卒の人を集団で、取って学校で、会社で寮を用意して、そこで寮母さんを入れてまかないをして、で生活を全部見ていったと、そういう体制を組んで、地方からの中学生を採用したもんです。ですから、まさに、その寮母さんも当然ですけども、採用担当者としてもですね、いろんな面で仕事だけでなくて私生活においても目を配るというかね、本人にとっても悪いことがないように、指導していくというようなことが求められました。で、逆にその子どもたちにとってもそうまで縛られなくていいんじゃないかというようなこともあったと思うんですけども、多くはですね、国を出る時にお父さんお母さんからいろいろ言われて、自分も覚悟してですね、涙を流して頑張ろうという気持ちで来てるわけだから、頑張ってはくるんですが、いろいろやっぱり都会に来ると、誘惑みたいなものあってですね、自分はこう思うんだけどもいつの間にか、そういう中に入ってしまったとかいうんで、会社にとってもマイナスだと。それから、実家にとってもお父さんお母さんにとってもそんなつもりじゃなかったということに
結果としてなってしまうというようなことで、場合によっては会社を辞めざるを得ない、会社としても辞めざるを得ないとかいうようなことに発展したもんです。今はそう簡単に一旦採用したものを会社がよほどの事情がないと退職させるということはできないんですけども、当時はそういったことは行われておりました。それだけにやっぱりそれを援護するっていうようなそういう団体というかそういうバックもあってですね、それはそんなにいろんな形で会社との交渉をしたりするようなことにも発見したんですけども、それほどですね、面接というのは非常に大事なところだったんですね。ですから目的と結果、これをきっちり結びつけるような必要のないことはやらない、必要なことだけを選択してやる、これが一番だと思います。そんなんで답弁も多いんですけども、今昔物語みたいなことになりましたけども、私の経験上そういったことが行われていて、涙した子供も多かったと思うし、私自身も片親だったんでそういった経験もあります。なぜそうなのかということは未だに分かりません。今は、昔もそうですけども、そういうことで、自分の思うことにならなかった大人たちに裏切られた、そういう気持ちを持って頑張った人が今本当に立派になってですね、小さな規模から頑張って大きな会社にして、今もう何万人っていう人を採用するような会社を作っている人もたくさんおられるわけです。だから、反骨精神というものを持ってね、そういう境遇にあった人でも頑張ってほしいと思います。ということで今日はこの辺でご清聴ありがとうございました。可愛らしい表情などが人気の